素直な心になっていけばね、何千倍もね、効果があって素晴らしい人生を歩むことができます。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。自己流だったり、たった3つのステップでとか10分でマスターみたいな、こういう簡単にできるみたいな瞑想っていうところの、注意点みたいなものだったり、本当に正しい瞑想の取り入れ方、修行の仕方みたいなのを少しお話しいただければなと思うんですが、潜在意識の中にね、今までの行為の記憶っていうのはこう積み重なっていてね、で悔しい思いとかね、誰かの恨みとか怒りとかね、あるいは恥ずかしい気持ちとか、その人のキャラクターっていうのがね、そういういろいろな体験を通して人間のキャラクターができてくると思うんですけれども、潜在意識にアクセスしていくっていうのが瞑想なんですけれどね、それでこういろいろどこにこうアクセスしてどこにつながるかっていうのがありますし、それどういうものでこう溶かしていくのか、あるいは理解をしていくのか、いろいろな溶かし方っていうのね、それは難しいことで、例えば禅とかは座っているわけですね。でそれは時間かけて座ってればそれはこう静かになってくるんですけれども、ヒマラヤにはそういうヒマラヤの瞑想秘法っていうのがあって、それは長い歴史の中で大勢の聖者が修行して試されていてね、そしてこう静けさの中でやってるんですね。だから外側からすごいいろいろ刺激がある現代社会の中でね、競争社会の中でね、だから日常的にどういう心構えが必要なのかね、どういうプロテクションが必要なのか、その潜在意識にこう入りやすくなっているっていう、瞑想のそういうね体験をすることで入りやすくなるとかね、そこでこう守りっていうのも必要ですし、そういうこうエネルギーの乱れをこう整える、もっとこう次元の高い波動がないと、自分の中でこういじり回していても、自分の中の静かな心につながったとしても、心を使っていたらこう心っていうのは常にこう変化して数珠のようにつながっているので、連想ゲームっていうのがあると思うんですけれども、そこを一つ一つしりとりゲームみたいにこう言葉がつながっていきますよね。で肯定的なメッセージで、例えば瞑想状態になったとしても、何かの拍子に否定的な現象が起きたら否定の方にバッとシフトしちゃうからね。そうすると潜在意識がそういう否定のものをさらにガーッと引り出しやすくなったりすると、バランスを崩しやすくなってしまう。だから正しい本当にハイクオリティのマスターのエネルギーをいただきながらやっていくっていうのが、全部こうバランスを取る力があるのでね、生命のエネルギーにつながるっていうこと。だからレベルの低いエネルギーとつながると、ただこう行ったり来たりしてるだけでこう清める力がないんですね。それから続かないもんですよね。次のステップ何したらいいかわからないわけですから。でこう本を漁ってもね、それを確信を持ってできないで疑いながらやってる、自信がなくやってると、やっぱりそのネガティブなものにつながってしまう。で潜在意識に入る行為だから、でそこにつながりやすくなるから。でもう本当に潜在意識にはネガティブな記憶がいっぱいあるんですよ。自己流の瞑想の人って方向を間違えて大変な事態になってしまったりとか、そういうことすらもあるんですね。悪い状態でこうまたそれをずっと続けていると神経がおかしくなるかもしれないし、最初のうちはいいんですけれども、長い間やってるとおかしくなるかもしれない。だからそういう自己流でやったり、そういうものを見てやってた人がめまいがしたりね、あるいはインドでもこう聖者がね修行して、でやっぱり現在意識に戻ってこれなくて、こう赤ちゃんのようになってこうずっとこう
生きてたりとかでこうなんか体が燃えてしまったような状況になって亡くなってしまったりとか、だからインドにおいてもそういうね、まあ、インドはその大勢の聖者さんがいるから自分でヒマラヤどっか森に入って修行してるとかね、まあそれを体調を崩してしまうと、そういうのもあるんです。マスターなしにやるとね、本来いじってはいけないところをね、こうそういう意識で動かしていくと危ないのかなって思います。四方八方ちゃんとこう敵が来ないようにお守りしてから入らないといけないわけですよね。天と地とね、それから東西南北全てにこうお祈りをしてね、まあ、自分の体にもこう否定的なものがあるでしょ、心にも否定的なもので、そういうものをこう溶かしていかないとね、それがこうすごい元気になることもある、突然ね。まあそれはまあ浄化のプロセスではあるんですけどね、何に遭遇してもね、やっぱりマスターにつながっていると安心してね、あ大丈夫だっていうことです。あこれは浄化なんだなっていうことで、あなんか変なことが起きたとかね、そういうにならないようにいろいろなものを抱えてますからね、自分で記憶してね、過去世の記憶とかもありますので、この道はマスターなしにはできないっていうことなんですね。例えば日本の中で正しい瞑想、正しい導きをってなると、ヨグマたちのところに来てパワーをいただくのが。そうですね、ぜひね活用していただきたいと思います。東京都内でもすごい遠いとこありますよね、バス乗り換えて1日かかっちゃうとか。だからアメリカもね12時間で行ったり、インドも6時間で行ったりね、飛行機だったらもうねアメリカにもすぐ行けちゃいますからね、だから夕方のところにはすぐ来れると思うそれに比べたらね近いところにいますので、また YouTube でもお目にかかれますので、日本中ね、皆さんがやっていただいて平和な心になって愛の人になっていただきたいと。会員さんの中で一番遠い方とかどこから来られたりするんですか？いや海外からも、海外からニューヨークとかロサンゼルスとかオーストラリアとかヨーロッパの人とか来てますね。まあ年に 1,2 回とかね、まあ、こちらで修行してたんですけれど、ヨーロッパのバレエ団に入って主役をいただいたとかっていう活躍してる子もね、まあ、YouTube で参加したりで、こう休みがある時は来て合宿に入ったりして、でからバレエだから体を動かしてるからいいかっていうと、外側をきれいに見せるっていうのだから内側を整えてで瞑想をしていくとね、そうするとすごく表現力も豊かになってね、で性格もいいからね、主役を取らなくちゃいけないっていうんでね、結構こうみんなねこう一生懸命すぎちゃって、でそれをいただけないとこう妬みとかね、こう競争意識もあるんじゃないんですか。まあ全てのこうね才能のある世界っていうのはそういうのがあると思いますけどね。だからそういうのからこう慈愛の人になっていくっていう、すごくこう輝いてね、でリーダーシップいただいて、そこでこうね、でそれは経営者もそうですね。経営者も自分で一生懸命こうね成功してきてもね、まあ、みんな自己流でこう人を指導したりしてますので、瞑想して、まあ、私の本読んだりすると慈愛でね、でみんなでこういろいろこう余裕ができるので、みんないろいろなことをアドバイスしてあげたりね、専門の仕事だけじゃなくて全体にね愛を盛り込んで知恵から仕事ができるのでね、すごくいいリーダーシップを発揮して、で業績が上がって全体にねバランスの取れた経営者になっていくことができるんですね。真のヨガ瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。瞑想を学べるスクールとかあったりするじゃないですか。瞑想を教えますよみたいな、そういうところとヨグマタジの下で瞑想をやるところの違いみたいなものも教えていただけたらなと思うんですが。その生涯ねやっていくっていうことなので、やっぱりみんな神の子になるっていうことなんですよね。だからそれをマスターはそれを橋渡しをしてあげるっていうことで、
まあ生涯面倒見るっていうか、そういう命綱なんですよ。スクールってそのある期間学習するだけなので、ただこう知識を学ぶみたいな感じになって、いろいろテクニックがありますよみたいな、いろいろな呼吸法がありますよってね。だからそれを本当にこう実践したマスターから教えてもらわないと、そうするとそのエネルギーまでもいただける。それただ知識だけじゃ、なんか知識だけこう知ったっていう気がするのかもしれないんですけれども、でそういうことを本当に実践していくね。だからどういう行動をしたらいいかとかね、だからそういうセーバーとかある。セーバーって奉仕ってことなんですけど、それ瞑想っていうのは整理整頓して余計なものを捨てていくっていう、その純粋なエネルギーと一体になっていく。でこういわゆる自分のこう怒りとか悲しみとか捨てていく。いろいろね、思い込みとか捨てていく。だからそのセーバーっていうのはね、捧げるって、こう愛を捧げるっていうね、神様とかね、高次元の存在にエネルギーをね、そうやって神様に捧げて、そのきれいにしたりね、でみんなを助けたりね、良い行為をするっていうことに捧げて神様が喜ぶっていうか、その自分、本当の自分っていうのがね、もっと大きくなってね、でその愛がさらにほとばし出るように、今までそのエネルギーっていうのがね、何か学ぶとか吸収するとかね、取り入れて自分の力をつけようとするけども、鎧になって自分を力つけて守ってる、その知識で守ったりね、そういう自分のエゴで守ってる。エゴじゃなくてこの神そのものになって、神様だから別に守らなくてもそこにあって、でエネルギーの次元が高いので、誰からも攻撃を受けなくてエネルギーをシェアしていく。でそういうこともね学んで、それが行動のメディテーションっていうかね、どういう生き方をするかっていう、その生き方っていうのはね、ただ仕事をしてこう取り入れるだけ、なんかその仕事をしてそれに対してお金をいただくっていう。でそれはカルマの浄化にはなってないわけですね。だからそうやって捧げるっていうことを通して自分のこう鎧を外してね、でこう神様が守ってくれるって、回路を変えていく。で本当の自分と神様つながって、そこからのエネルギーがこう流れ出て、無限のパワーがこう無限の愛がこう満ちていくっていう回路を構築していく。でただ学ぶっていうのをこう学んだりするスクールってある一定期間行っても、やっぱそれ卒業したらやらないわけで、体とか知識の心の満足は終わったけど、でも魂が満足してない。魂のレベルまでこう常にねコンタクトしていくのが生涯悟りへの道を歩むっていうね、マスターにつながって、で源に帰っていくっていう真理の学び、真理の実践なんですね。だからそれは生涯学習っていうか実践、うちでも合宿とかね、そういうのがありますし、また短期間そういうコースっていうかね、そういうのもやってますけど、それさらに実践をしていくっていう、実際にセーバーをしたりね、人を助けたりね、で瞑想を指導したりとかいうことで、瞑想と離れないようにずっと。でそこにこうマスターのパワーがあるのでね、その絆がさらに深くなると、神との絆が深くなっていくと、そうするともう常に内側から満ちてね、でみんなも内側から満ちないから、外からこう取り込むでね、時間とお金を費やしてるとか、自分の方から捧げていくっていう生き方を、そうすると自分調和が図られてね、でパワフルになってストレスが取れて楽になっていくっていう生き方だから、そういう期間のものじゃないと思う。まあそれはそれでいいとは思いますけれども、実践をしていくってこと、生涯ね。自己流の瞑想だったり、間違った情報を取り入れて瞑想している人に向けて、こういうところに気をつけた方がいいよっていうのを教えていただければ。まあセルフィッシュにねならないように、やはりそういう常にね捧げていくっていうね、シェアしていくっていう生き方をしていただきたい。その瞑想によるパワーをね、こうなんか自分のこう利己的な目的のために使わない。深い瞑想とかいろいろテクニックを変えるとか、そういうのはね
神経が乱れますので、どういうことをやってるのか分かりませんけれどね、やはりこう私たちのそういう秘密的なところにねタッチするっていうことはセンシティブになりますのでね、そういう情報がね、実際に体験してないと、例えばクンダリーニをいじったとかね、すごく敏感になってもう仕事をすることができなく生涯ね廃人のようになっちゃう人もいるので、気をつけてやっていただきたいと、ぜひね、真のマスターに出会って、そして始めていただきたいと。だからその気楽にねできるように言ってるけれども、悩みがある人ほど危ないっていうかね、だからそれでもいいね性格をしてるとかね、そういう場合であってもね、神経がちょっと敏感になると物音にすごい敏感になったりね、パッと音がしただけでガッとびっくりしたりとかね、空のところにいるっていうのは空の人がいないので、その波動がないのでわからないわけです。だからそういう波動に、高次元の波動に出会ってそれをいただいてやっていくと、そのエネルギーによってですね、内側が整えられるので安心してできると思いますので、無謀だとね危ないので、そういう注意深くやっていただきたいと思います。今自己流でやられてる方がヨグマタジの下でパワーを授かったら、そこの変化っていうのはやっぱ感じられることは？そうですね、あるインドの有名な団体なんですけども、世界中に広まってる団体ね。で瞑想やってても、うちの2泊3日に合宿来たらバッと全部変わって、そこで3年やってたものねもう変わらないものが3日の合宿で変わって、こんなに違うんだっていうことが、音楽的な芸術なんだけど、芸術家の方がね、で彼女が初めて体験で話してくれた時に、ずーっと何十年の頭痛が治ったって言って、そんなにいい音楽語られてるのに頭痛がしてたのかなって、あまり自分のこと言わないのでね、ちょっとそういうのそうなんだと思ってびっくりしたんですけどね。そういうこともあって、だから頭痛っていうのもね、その2泊3日で解消したっていう。冷え性もみんな手が冷たいし、そういうのもあったかくなる。足もポカポカしてよく眠れるように。自己流の瞑想を取り入れて満足している方もいるけれど、ちょっとそこを一回これが正しいのかどうかっていうのを見直して、ヨグマタジの下で、合宿に来られるでもいいですし。そうですね、今まで体験したことのないね瞑想を体験することができるので、どんなに専門的にやってた人もやっぱりヒマラヤ秘境にはかなわないわけですよ。インドにもいろいろ瞑想の先生いらっしゃる。でもそれにもかなわない。だからヒマラヤ行く必要はないんですよ。ヨグマタにあって、私の50年分の遺産を全部一気に差し上げるわけですから、皆さんはその50年を苦労しないで、今あなたが贅沢をしながら全てを持ちながらね、瞑想ができるっていうことでね、ありがたいそのエネルギーをいただいてね、秘宝をいただいて、であとはね信頼して素直な心になっていけばね、それはその時瞑想するとね、あなたは何千倍ものね、効果があって、素晴らしい人生を歩むことができます。